皆さんこんにちは、サメです。年明け前に募集した質問を答えていきたいと思います。半年を待たしてしまってすみませんでした。今、携帯に全部スクショしてあるので、これを見ながら答えていきます。最初に、どんな人でもわかるような感じの質問と、後半の方は薬学に関連した質問を答えていきます。自分と同じぐらいのレベルなのですが、周りには一歩及ばずという感じでどうしても比べてしまいます。サムさんはこんな経験ありますか？なんかこの自分と同じぐらいのレベルで一歩及ばずっていうこの条件はないんですけど、基本的に人と比較してしまう癖はあります。ただこの自分と同じぐらいのレベルなんだけど周りには一歩及ばないっていうのが分かってるんだったら、その一歩が何なのかっていう分析ができるっていうことなので、ある意味チャンスだと思います。もし私がこの状況に陥ったら何が足りないんだろうっていう風に分析しますかね。あと自分と他人を比較すると基本的にいいことってないので、私はもう自分と他人を比較し始めたらそれはメンタルが不安定だっていう証拠になるので、そしたらもう SNS を触る時間少なくするとか、そういう風に対処します。次、無音で勉強できなくて困ってます。こういう感じの質問よくいただくんですよ。勉強しながら音楽聴きますかとか、そういう質問なんですけど、音楽を聴かないで勉強した方が記憶の定着とかいいかもしれないけど、でも音楽を聴かないと勉強できない人だったら音楽を聴いて勉強した方が絶対に効率がいいんですよ。その人の場合は音楽を聴いた方が集中できるって分かってるんだったら私は全然それでいいと思います。で、私も高校生の時とかそのタイプで、図書館とかいう静かな状況でも本当に音楽聴いてないと無理だったんで、だからめちゃくちゃ音楽ガンガンにして音漏れしない程度にマックスの音量にして、そうすると自分の世界に入り込めることができるので、最初はそれで勉強に慣れていきました。で、なんかそうするとだんだんその勉強が今度習慣づいてくるので、今はもう全然音楽とか聴かなくても勉強できます。なのでそういう風に慣らしていったらいいと思うので、悩むことじゃないと思います。勉強のモチベが上がらない時どうやってあげてますか？これもめっちゃね来るんですけど、課題とか締め切り的にやらなきゃいけないものがある場合は私はもうやらなきゃっていう気持ちになれるんですけど、別にやんなくてもいいけどモチベを上げなきゃいけない時ってあると思うんですけど、テストとかも別に勉強しなかったら成績が悪いだけで、ある意味やらなくていいことなんですけど、私はそのやらなかったらどうなるかっていう最悪の状況を想像すると怖くなるので、それでやってます。ただその最悪の状況だけじゃなくて、逆に今勉強しといたらその先どうなるのかなっていうのも想像します。なので半分半分くらいで考えますね。これを続けたらいいことが起こるっていうのだけを想像すると基本的にやる気にならないので、ネガティブに考える方がいいかなって思います。効率の良い勉強法を教えてください。勉強っぽい勉強をしないっていうのが一番だと思います。ノートまとめするとか、なんか可愛くシール貼るとか、こう視覚的に綺麗な勉強って基本的に勉強にならないので、こう地道なんだけど見た目めちゃくちゃ汚いんだけどっていう勉強が一番自分の目になるかなって私は思います。高1です。行きたい大学や将来の夢はどうやって決めたらいいですか？本当に何も夢とかがないんだったら参加できるプログラムとかのお知らせが来ると思うんですけど、そういうのに積極的に参加してみるとか、あといろんな人と話す、例えば年上の人と話す機会があるんだったらその人の仕事の話だったり、その人の周りの人の話でもいいんですけど、とにかくいろんな人の話を聞くと、なんかこの仕事面白そうだなとか、こういう勉強面白そうだなっていうのに出会えると思うので、人と話すっていうのがいいかなと思います。あと与えられた機会を絶対に拒絶しないっていうのが大事かなって思います。眠くて勉強できない時ってどうしてますか？この眠いっていうのがもう体力的にダメなのか、それともなんか例えばご飯食べた後で頭に血が上ってなくて眠いのかっていうので分けられると思うんですけど、体力的にめちゃくちゃしんどいんだったらとりあえず仮眠します。ベッドで寝ると気持ちいいんですけどめちゃくちゃ寝ちゃうので、机に伏せて10分とか15分だけ寝ます。で、そういう時って起きるのめっちゃ辛いんですけど、その後めちゃくちゃ集中できるので、そこは自分に鬼になって寝ます。何系の研究室ですか？
またどうやって選びましたか？何系なんだろう。全然薬の研究室ではなくて、どっちかっていうと医学系の研究室です。授業で薬のことをやってるので、研究まで薬のことやるの私はしんどいなって正直思っちゃって、基本的に常にいろんなことを広くやってたいタイプなんで、真っ先にその薬と密接に関わるような研究室は視野に入れてませんでした。あとはもう自分の興味ですね。自分の心から面白いなって思えた研究室を選びました。授業の復習はどのように行っていますか？まとめノートを作るの苦手でしてないのですが、読むだけと流し読みになってしまい、ぜひどうやってるか教えていただきたいです。そのまとめノートを作ってないっていうのはめちゃくちゃいいことだと思います。読むだけと流し読みになっちゃうんだったら、理解して読めてないってことだと思うので、太字になってるマーカーのとこだけ線を引いて、でそこを赤シートで隠していって、答えられなかったらそれは自分が理解しないってことだから、そういうところで自分の苦手を見つけて理解を深めていくっていうのがいいかなって思います。それが何かっていうのを説明できなかったら、それは勉強が足りてないっていう風に解釈するので、まずは自分が何が分かってないのかっていうのを見つけてから勉強してますね。隙間時間がうまく活用できません。そうですね、これも慣れるまで難しいんですけど、全く何もしてない時って基本的にないと思うんですけど、例えば歯磨きしてたりトイレに行ってたりとか、必ず何かをしてるんですけど、何かをしてる時でも隙間時間って私は言えると思ってて、例えば歯磨きをしてる時だったら、手は空いてないけど目とか耳とかは暇だと思うので、そういう時は、耳イヤホンつけれるんだったらなんか英語のリスニング聞いたりとか、あと家だったら Wi-Fi があると思うので授業の動画見たりとか、そういう風にして何かをしながらっていう時間を見つけると、意外と隙間時間って埋もれてるかなと思います。 SNS 勉強赤のメリットは、基本的にはデメリットの方が多いかなって思ってるんですけど、1個は周知させることができるので、その点でモチベーションを保ちやすいかなって私は思います。あと自分と同じような勉強してる人がどんな風に勉強してるのかっていうのを覗くことができるし、量とか質の問題もそうなんですけど、普通に勉強赤とかやってないと、学校の友達とかそういう自分がリアルで出会った人の勉強しか知れないんですけど、 SNS をやってると場所とか関係なくいろんな人の勉強を覗けるので、これいいなって思ったのをつまみ食いして自分のものにできるっていうのがめちゃくちゃいいかなって思ってます。パワポだと見づらいけど、まとめるには量が多いという科目はどのように暗記してますか？暗記なんで、まとめる必要はないので、そのパワーポイントをとりあえず全部印刷して、で暗記すべきとこにマーカーを引いて赤シートで隠してっていう風に私はいつもやってますね。パワポ見づらい時あると思うんですけど、その見づらいっていうのは原因がいくつかあると思って、情報が足りてないのか、まとめ方そのものが下手なのかっていうので分かれると思うんですけど、情報が足りないんだったらそこに自分で教科書とか見ながら書き込んでいけば自分だけの参考書ができると思うし、ただ単にそのまとめ方が下手なものだったら、それはもう我慢するしかないかなと思います。効率を重視するんだったら、どうしても綺麗に勉強したいんだったら、そのパワポを参考にして自分で綺麗なプリントを作ればいいかなって思います。薬学部の勉強内容をよく調べていきたいとはすごく思うのですが、行ってから後悔しそうで怖いです。こういうのはやってみないとわからないですね。私は行きたい学部いろいろあった中で絞って薬学部にしたんですけど、もうその段階からどこに行っても後悔するだろうなっていうふうに思ってたんで、そこはもう割り切りました。もし行ってみて合ってないなって思うんだったら再受験とかも全然できるので、そんなに身構える必要はないかなって思います。大学受験で早くからやっといてよかったことは何ですか？英単語と、あとは基礎的な教科書レベルの復習ですかね。英単語は早いに越したことないです。正直英語って中学の英文法と、あとは単語を知ってれば基本的にはできるので、それは早くやっといてよかったかなって思います。大学の授業がオンデマンドですぐにサボって講義を貯めてしまいます。どうしたらいいですか？私がオンデマンドだった時はそう貯めちゃうので、スケジュール帳にこの日は
ら何回目の何の授業を受けるっていう風に全部もう書き出して、で見終わったらチェックつけるっていう風にして、幼稚園の頃の書き込んで夏休み終わったら提出するみたいな宿題だったと思うんですけど、あれに似た感じでそのゲーム感覚で自分が達成したっていうのが分かると、その快感みたいので続けやすくなるので、私はもう最初に割り振っちゃってました。 iPad で勉強すると目疲れませんか？対策もしあれば教えていただきたいです。なんか iPad は比較的平気なんですけど、パソコンの画面が結構苦手なんで、ブルーライトカットのフィルムを貼ったりとか、あとそういうメガネをかけたりとかします。大学はどういう基準で決めましたか？なかなか決めれなくて、私は国家資格に直結する学部なので、とりあえずその大学の真の国家資格の合格率を調べて、例えば、ストレートの卒業率とかもそうなんですけど、6年で普通に一発で卒業できて、そのまますぐ一発で国試受かるっていう大学が意外に少なくて、私はその基準が8割ぐらい、8割下回ったらちょっとやばいなって思ったので、そういうので絞っていきましたね。あとはその自分が素直にここの大学出身ですって言えないような大学は弾きました。サムさんが学校の勉強以外の勉強を頑張るモチベを聞きたいです。これも結構質問いただくんですけど、私めちゃくちゃバカで、今YouTube とかだと自分で事前に台本用意したりとか、この勉強の姿を見せてるので、なんか優秀なのかなって思われてるかもしれないんですけど、基本的に喋り方とかもバカっぽいし、理解力もないし知識もないので、その自分のバカを隠すみたいな感じで勉強してますね。で、勉強をしてないと私は埋もれてしまうと思ってるので、そういう危機感からも勉強することが多いです。常になんかやってないと、もし将来何かあった時に自分の強みとかがないと生きていけないなって思ってて、なので油断しないように何か常に探すようにはしてます。危機感っていうのが結構大事だと思います。でも私は自分ではそう思ってないんですけど、周りにめちゃくちゃ真面目だって言われることがあって、だから真面目だから将来のことをネガティブに考えられてるのかなっていうのもあるんですけど、普通にしてると将来的に苦しむと私は思ってるので、だから今頑張るようにしてます。いつもネイル可愛いなと思ってます。自分でされてますか？自分でしてます。1回だけこの前ネイルサロンに行ってジェルやったんですけど、なんか持ちが悪いのと、別にネイリストさんにやってもらうのと自分でやるのと変わんないなと思って、ネイルってめっちゃ高いじゃないですか。だったら自分でやった方が好きな時にできるし、なんか2時間もこうやって爪やってるのマジしんどくて、なので自分でやってます。浪人時代の焦りや不安への向き合い方を教えてほしいです。私あんまり向き合えてなかったんですけど、どんな感じで過ごしてたかとか心情的なものをこの前ノートに書いたので、よければそちらを読んでみてください。結構暗い内容なので、メンタルが不安定な時に読まない方がいいと思います。金銭感覚というかお金を使う対象が同じ友達が最近いなくて悩みです。友達と何して遊びますか？私もなんかお金の感覚合わないなと思ったら、もうそれ価値観合わないってことなので全然遊ばないです。無理してつまんないし時間がもったいないなと思っちゃうので、私ギャンブルに吸っちゃう人とか本当に無理なんで、ギャンブルとかお金に吸っちゃう人、いいお酒をたしなみたいとかそういうのならいいんですけど、ただ単にお酒を飲んでる自分が好きで、お酒の味とか分からずに酔いたいからめちゃくちゃバカみたいに飲むみたいのが本当に無理なんで、そういう人といるとなんかすごい自分が汚れた感じに思えちゃうので、そういう人とは飲みに行かないですね。友達と何して遊びますか？私は基本的に外出かけるとか、あとなんか自然が多い場所に行って歩くのが好きで、この前は新宿御苑に行ってひたすら友達と話しながら歩いたり、あとはご飯に行くことが多いですかね。公務員試験に落ちて就職浪にすることになりましたが、また落ちたらと思うととても不安です。一回落ちたら落ちた原因って明確なので、その対策をすれば次は落ちないってことなので、初めて受験する人よりもアドがあるっていう風に思っていいと思います。落ちないように勉強すれ
れば落ちないので、ぜひ大変だと思うんですけど頑張ってください。もしサムさんが夜勤明けで勉強するならどんなスケジュールにしますか？夜勤をしたことがないのでわからないんですけど、帰ってきてお風呂入ったりご飯食べたりしたらとりあえず仮眠取りますね。そのまま勉強しても効率が悪すぎます。なのでちょっとでもいいので仮眠を取ります。でそっから何時に起きるかちょっとわからないんですけど、寝た後に勉強しますね。勉強するんだったら。夜勤明けだったら次の日は必ず休みだと思うので、私はその次の日に勉強を回したりとかしますかね。大学に行った方がいいと思うところを教えてほしいです。一番大きいのは大卒の資格が取れるっていうことですかね。これは別に大学を出ればいいのでどこの大学でも取れます。あとは時間が結構あるので自分と向き合える時間がたっぷりあるっていうのがいいかなと思います。ただ大半の人はそれを無駄にしてしまうので、有効活用できるかどうかは確実じゃないんですけど、時間に余裕があるっていうのはいいかなと思います。プロフィール欄にメンションしてもいいですか？全然 OK です。いつも外で勉強するならどこでしてますか？カフェ、スタバとか、あんまり行かないけど大学とか、地元だったら図書館とかですかね。美味しいコーヒー、よく飲むコーヒーなど教えてください。よく飲むコーヒーは地元にめちゃくちゃ美味しいコーヒー豆屋さんがあって、いつもそこで買って持ってきてます。基本的に酸味のあるコーヒーがすごい苦手なので、もう酸味が限りなくゼロに近いような豆を選んでますね。なんで入り方も絶対深入りじゃないと嫌だし、逆に酸味がなければ正直何でもいいです集団行動は得意ですか？私は苦手なのでちょっと息苦しい時があります。私集団行動無理です。友達とトイレ行くとかも意味がわからないし、黙って先生の話聞くとかはできるけど、すごい嫌でした。修学旅行とかなんであんな駅の前にみんなで並んで待ってるのかとか正直わかんなかったですね。TOEIC を安定して800点取れるまでの勉強を教えてください。TOEIC の勉強法よく聞かれるんですけど、ちょっと嫌な言い方になってしまうんだけど、そんなにがっつり勉強したことがなくて、逆に困ってます。こっからどうやって伸ばしたらいいのか自分じゃわからないので、ちょっと模索してるとこですね。また私は基礎的な英語力がかなりある方なので、それに助けられたかなって思います。高校までの学術的な方の英語をしっかり勉強するっていうのと、それプラスTOEIC的なそのビジネスっぽい英語を知ってれば800ぐらいは多分いくので、とりあえずその中学と高校の英語を頑張るっていうのが鍵かなって思います。憧れの人はいますか？たくさんいるんですけど、やっぱり父はすごく尊敬します。多分私がどんなに頑張っても超えられないと思うし、一生目標になるかなって思います。血液型と誕生日。血液型は A 型で、誕生日は6月の22日です。レベルの